様々な恵みがこの11月に蟹座の皆さんにやってくると思うんですよ。明るくなってくる。宇宙に応援されてる。宇宙とつながってる。すべてうまくいく。皆さんこんにちは。カードリーダーでヒーラーのレコライトです。ご視聴ありがとうございます。いつも高評価、コメントありがとうございます。はじめましての方、見つけてくださってありがとうございます。ピンときたらチャンネル登録をしてつながっておいてください。今回も楽しんでくれる皆さんに向けてお届けします。ただカードリーディングっていうのは万能ではないんですね。全人類には当てはまらないです。受け取る人によって理解も変わってきます。当然ながらこれは他の全ての動画に当てはまります。でもね、今ここを見てくださってるっていうことはなんか気になってる、引き寄せられてるってことじゃないかなと思います。あなた様にとっての大事なメッセージがこの動画にあるかもしれません。お見逃しのないようにキャッチしてください。はい、それでは蟹座の皆さん、行ってみましょう。はい、このように出ました。それでは開けていきましょう。カップのナイト。カップのエース。ハイエレファント。ワールド。すごい。なんかいいですね。違う。はい。はい。それから、ムーンの逆位置。ハーミット。はい。ペンタクル5、逆位置です。それから、エンペラー。いいですね。なんかしっかりしてますね。すごくいいな。エンプレス。はい。わかりやすくいいカードが出てますよ。それから、はい。テンパランスの逆位置。なるほど。このように出ました。それでは読んでいきましょう。はい。では、リーディングしていきましょう。はい。楽しみですね。素晴らしいカードがすごく出てます。ちなみに今回使っていくカード、ユニバーサルウェイトタロットデッキ。こちらになります。ご興味がございましたら、概要欄にリンク貼ってますので、よかったらご覧になってみてください。大アルカナ祭りですね。タロットカードって大アルカナ、小アルカナって2種類グループがあるんですね。で、大アルカナの方が意味が強くて枚数が少ないんですね。そっちのグループなんです。大アルカナが1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚。7枚出ちゃってますよ。これしか出してないのに7枚も大アルカナっていうですね。最近、蟹座の皆さん、最近っていうのは、9月、10月かな。すごく良かったですけど、またいいですよ。ただね、いい悪いっていうのは本当に何とも言えないんですけどね、人間の視点で簡単にいい悪いなんてものを言えちゃうもんじゃないんですけども、あえて言わせていただくと、やっぱりすごくいいんです。なんで、今回もお読みするのが楽しみです。ただ今月は、11月は少し安定感が入ってくると思います。安定してほっとするというところが入ってきそう。それがまず第一印象であります。では、見ていきましょう。現状から。現状、カップのナイトです。これっていうのは、白馬の王子様のカードです。見ての通り。このカップは気持ち、感情、愛情です。あなたに素敵な気持ちが届くっていうカードですよ。これいいですね。素
敵な気持ちは本当に愛かもしれないし、感謝かもしれないし、優しさかもしれない。で、これもしね、愛情面に当てはまるとしたら、愛の告白のカードでもあるんですよ。なんで、いい感じですね。っていうのはこちら最終結果なんですが、カップルがいるんですよ。エンプレスとエンペラー。女帝と、それから皇帝が一緒に正位置でセットでいるんですよね。なんだろう、この完成度というか。だから愛情面で、やっぱりいいことがある方が多いように思いました。かなり安定感のある愛情を感じますよ。そしてね、このカード、現状なんですが、1個前の過去のところにこちらです。ソードの3の正位置が出てますね。これは痛い痛いっていうカードです。見ての通り。悲しみとか痛みとか、そういうことを表します。トラウマとか。だからここでね、読み取れるのが、おそらくご覧の蟹座の皆さんは、痛い思いとかですね、辛い思いとかしてこられた方が多いんじゃないかなと思います。そういう経験をされたからこそ、人の気持ちのありがたみがわかるっていうところがすごくね、今回出てますよ。はい、辛い経験が無駄にならずに、それがあったからこそ、人の優しさが身に染みるみたいな、そういった流れが出ております。そしてその次、こちらが近い未来ですね。ペンタクルス6の、これ逆位置ですね。はい。与えてるカードです。このカードの世界観は、裕福な人がそうじゃない人にお金を与えている。そしてそれが循環して、結局自分のところにまた戻ってくるみたいな、流れを作ってるカードなんですが、逆位置なのでちょっと調整するっていうことが必要になると出てきてます。で、あなたが調整するものは何でしょうかね。お金のカードなんで、もしかしたらそのままお金の流れの調整が必要になるかも。それからこれは相手がいるカードですから、例えばね、誰かにやってあげすぎとか、逆にやってもらいすぎとかですね、ちょっとその人間関係のバランスが良くなくなってるとしたら、それが調整することができるタイミングがやってくると、そのようにお伝えしたいと思います。とにかく調整するっていうことがありそう。流れを良くするために。それがお金で出るか人間関係で出るかっていうのはちょっとわかりませんが、ただここもそうペンタクルスなんですね。ペンタクルス6でペンタクルス6で5逆位置か。で、今回11月のリーディングの特徴として、今4星座目なんですけどね、結構お金、経済面気にされてる方が多いっていう印象でした。世の中的にもそうなるのかなと思うんですがね、ここに、後で読みますが、蟹座の皆さんの今月の思いっていうのがまたお金のカードが出てるので、もしかしたらそのお金、金銭面、物質的な豊かさをすごく気にされている方っていうのも多いのかなと思いました。それを調整するタイミングがこの先にやってくると、そのようにお伝えをしたいと思います。それからこれがここにいましたね。ケルト十字っていう形でやってるんで、十字って出してます。で、これがカップのエースなんですね。カップのエース逆位置が出てます。これは気持ち、感情、愛情のカードの1番で逆位置なので、なんて言ったらいいかな。情に流されすぎない。とはいえ情に流されすぎない。というふうにお伝えしようかなと思います。ここで愛情を受け取るとかね、誰かの素敵な気持ちを受け取るというようなことを言いましたがですね、それが受け取れるというのは過去にね、いろいろ辛い経験とかもされてきたからということを言いましたが、しかしながら情に流されすぎないねっていうことをお伝えしたいと思います。このカード、情に流されすぎない。そのように今回お伝えしようかなと思います。ちょっと気持ちに流される、感情に流される、それは人間だからそうなんですが、少し気持ちが大きくなるところがちょいちょい見られるんですね。そう。だから、これ、損して得取るだとか損切りだとかですね、結構強い意味もあるんですが、なんでしょうね、やっぱり流されない、情に流されない。今回そのようにお伝えしたいと思います。気持ちを受け取るとか、その気持ち面のこのやり取りがありそうですが、だけど流されすぎないでねってことも伝えたいと思います。
というのは、蟹座という星座は、水が関係してまして、水は感情で、感情が結構キーワードとして上がってくる星座さんなんですね。教科書的に言うと。だからかもしれないですね。このカードもなかなか蟹座さんっぽいですね。というところが、あえて言うとご注意点ということで来てます。だから、この調整するってこととつながってるかもしれないですね。人間関係での調整だったりとか、それから金銭面での調整ということとつながってるのかもしれない。流されすぎないというところが出てます。はい、そしてこちら。ハイエレファントですもんね。これすごいな。皇帝がいて、女帝がいて、鳳凰がいるっていうですね、勢揃いですよ。勢揃い。このカードはまとまるカード、契約成立とか。で、潜在意識に出てますので、潜在意識っていうのはご自分が自分で意識できているところの意識。なんで、なんかすごいまとまるなとか、いい感じだな、安定感とか、やっぱ安定感だな。バランスの良さ。それを感じられる方が多いと思います。で、その心は何かっていうと、なんとワールドが出てます。これ潜在意識ですよ。潜在意識が宇宙とつながってるっていうのをよく言うんですけど、まさにまんまですね。はい。宇宙とつながってるから、宇宙に応援されているから、だからうまくいってる、自由自在、遊ぶように生きるみたいな、本当にそんな素晴らしいカードが出てますよ。これ素晴らしくて言語化が非常に難しいんですけど、すべてあるだったり、完成してるとか、自分で自分を納得してるとか、そういったカードでございます。なんと正位置なので、ご自分の中で一致しているという方が多いんだと思います。自分で気がついていなくてもね、潜在意識なんで気がついてない部分なので、気がついてない方もいると思うんですが、すごくいい状態ですよ、ご自分自身。自分が納得してる、自分が自分でいることを納得している状態。だから、いい現実を引き寄せられている。そんな風に言えると思います。そういった関係がある。ですね。完璧でございます。これ完璧なカードです。宇宙に応援されてる。宇宙とつながってる。すべてうまくいく。これが、蟹座の皆さんの潜在意識にいらっしゃいます。そしてこちら、今月の蟹座の皆さん自身、それから立場とかですね、そういうことを表すんですが、ムーンの逆位置、これも逆位置の方がいわゆるいいカードでございます。はっきりしてくる、心配が晴れる、不安が晴れる、見えてくる、明るくなってくる、というところです。いいですね。だからちょっと見えなかったっていうことがあったとしたら見えてくるんだと思います。今月は先月から続いて安定感が入ってくるんですね。ほっとする感じが入ってくるんですね。だからそれっていうのは見えてくるからかもしれないです。はい。見えなかったものが見えてくる。はっきりしてくる。明るくなってくる。そのように出てます。で、一方、ここに隠れてるのがハーミット。これが周りの状況、周りの人、環境というところですね。はい、ハーミット。ここに光がありますね。ここも光があるし、夜だし。なるほど。周りが見えてくるって言いましたね、今。で、周りが人だったら、一風変わった人。一風変わった人。研究者のカードでもあります。だから、ちょっと変わってるけどいい人だったり、環境だとしたら、ちょっと変わった場所、マニアックな場所、だけどいいところというところでしょうか。はい、一筋縄ではいかないということもお伝えしようかなと思います。でもすごく面白いですよ。すごく面白い。そのような環境、そのような人、それがあなた様の周りにありますとお伝えしたいと思います。周りの人のそういう面白いところが見えてくるのかもね。そんなところも感じられます。それからいらっしゃる環境が意外となんかちょっと面白いじゃないのっていうふうに思えたりね。とにかく発見がありそう。そのようにお伝えします。はい、それから順番に行きますと、こちらが今月の希望、願望、あるいは心配とか、とにかく思いですね。それを表してくれてます。ペンタクルス5逆位置。
これもお金のカードですね、言ったように。ペンタクルス6の5で逆。なんで、やっぱりお金、経済面を気にされている方が多いのかも。だから本当にシンプルにお給料上がってほしいなっていうことだったりね、もっと稼ぎたいな、もっとお金欲しいなっていうことがあるかも。それからこれ自立っていう意味もあるんですね、逆位置だと。自立したい。いろんな意味で自立したいという思いが上がってくる方もいるかもしれないです。逆位置なので、状況が好転してくるっていうカードでもあるんですね。喪失のカードでもある、喪失というか、お金がないカードでもあるんですね。貧乏カードって言われたりします。それが逆位置なので、好転するっていう意味があります。だから言ったように、お給料上がらないかなとか、もっと稼ぎたいなとか、宝くじ当たんないかなとかですね。そんなところが感じられることであります。それからもう一つ、このカードは現実的に対処していくといいよっていう意味もあるので、何か、足りないとかですね、問題があるということがあったとしたら、現実的に対処していかれる、していくのにとってもいい時期だと思います。思いが現実になりやすいですね。そうそう、思いが現実になる時です。だから、いろいろ手をつけるのにチャンスかも。そのようにお伝えをします。はい、そして最終結果ですね。さっきお見せしたように、なんとカップルというかご夫婦というか、皇帝と、それからエンプレス、女王様です。すごいですね、これね、この組み合わせ。なんか完璧、男性性と女性性のマッチっていうのもあるし、そしてここがワールドすべて完成だし、だからものすごく、なんていうかな、安定感、やっぱ安定感、言葉にすると安定感になっちゃうし、それから全てあるっていうふうに言うのかな、今回は。全て揃っているっていうことに気がつかれる方が多いかも。それから現状に対して満足をするとか。そして、まさしく安定感。それから恵まれてるっていうところ。それを味わえるときとお伝えしたいと思います。だから本当に素晴らしいことを味わえる時なんじゃないかなと思いますよ、11月は。それは何と言ってもご自身の奥底にこんな風に素晴らしいカードが表してくれているように、宇宙とつながってるとか、宇宙に応援されてるとか、もうこれでいいんだって思いだったりとかですね。あるいは悟りだったり、そういったものがあるから。なんか納得してるから、自分の中で。だから素晴らしいね、現実を見ることができるって伝えてくれてます。バランスもすごくいい感じですね。ちょっといびきがね、入ってますけども。はい、そしてこちらが、テンパランスの逆位置。これは今月の対策だったり、こうするといいよっていうことだったりね、表します。このカードっていうのは、正位置だと、2つのものを混ぜ混ぜしている状態。だから、中庸とか、いい塩梅とか、偏っていないバランスが取れているというところなんですね。これがあえて逆位置で出てきてくれているのは何かなと思うんですが、初めに言ったように、高め安定だし、ものすごいめちゃくちゃいいんですね。カード見ていてお分かりになると思いますが。だからこそ、ちょっと気が大きくなって、なんか抜けちゃったりすることもあるかもというところなんですね。だから丁寧に、目の前のことをきちんとやっていくっていうことも大事だよって伝えてくれてます。ちょっと抜けやすかったりしそう。それはなんでかっていうと、なんか気が大きくなる。で、あえて言うと、その小さいところとか抜けないようにちゃんとやっていきましょうっていうことです。それぐらいしか、言うことがないっていうふうにもね、言えますけど。それから、すごくいいって、さっきからね、何回も言ってますが、だからこそね、もういいやって、暴走しないようにっていうことも伝えたいと思います。そう、気が大きくなるんですね。それはいいことです。ある意味いいこと。だけど、逆を言うと、例えば、スピード出しすぎとかね。そういうことにはお気をつけになったらいいかなと思います。はい、このように出てました。なんといってもですね、やっぱりこれが強いなと思います。ご自身の中がね、もうしっかり
こうなんか完成されてるというか、全部わかってるというか、悟ってるというか、宇宙とつながってる。だけどそれが無理がなくて、自由自在で遊び心いっぱいでっていうところですね。それがありますので、すごく素晴らしい現実を見ることができるんじゃないかなと、カードがね、伝えてくれてます。はい、タロットカードはこのように出ておりましたが、次、オラクルカードを出していきたいと思います。お仕事面とか愛情面とか出していきますね。はい。そして、今回もアファメーションをコメント欄にお待ちしてます。アファメーションというのは、例えば、今月も最高でしたとかですね、望みが叶いましたとか、ポジティブな自分に対しての宣言をしてしまって、その現実を引き寄せるっていう仕組みでございます。めちゃくちゃ引き寄せられそうですよ。この感じだと、蟹座の皆さん。はい、よかったら書いてみてください。はい、それでは次ですね。オラクルカードで出していきましょう。はい、それでは出していきましょう。まずお仕事、活動面。今回フラワーセラピーオラクルカードを使ってます。これもリンク貼ってますが、ただちょっと廃盤になってるので、中古しかないようなんですね。はい。ということで。はい、オープン。シールド・ヨアセルフ。なるほど。なるほど。で、こちらが、愛情面。はい。ロータス。素晴らしいカードが出てますね。はい、このように出ました。それではカードの意味と降りてきた直感で読んでいきましょう。リーディングしていきましょう。お仕事活動面ですね。マゼンタカラーですね。このマゼンタカラーというのは、ものすごい波動の高い、精神性の高い色であります。はい。そしてブーゲンビリアというお花、すごく花びらが薄いんですよ。これご存知の方いらっしゃいますかね。そういった意味も含めてだと思うけれども、シールド・ヨアセルフっていうキーワードがついてます。はい。シールド、自分自身を守りましょうっていうことです。ネガティブなものから守りましょう。お仕事面。こういったメッセージ結構最近出るんですよね。ネガティブなものから自分を守る。これ様々だと思います。本当にエネルギー的なこと、例えば、職場とかだったらいろんな思いが交錯してるじゃないですか。それから、嫉妬されたりね、うまくいってると、ちょっと足引っ張られちゃったりとか、そういうことって人間がいっぱいいる中ではあると思うんですが、いろんな意味で自分を守りましょうっていうのがメッセージ一番に来てます。その守り方っていろいろあると思うんですが、そうですね、相手と人と境界線を引くとかね、自分の問題は自分の問題、相手の問題は相手の問題ということで境界線を引くだとか、本当にスピリチュアル的な話で言うと、神社に行くとかね、お祓いに行くとかそういうのもいいかもしれないですね。とにかく、蟹座のあなた様がすごく感受性が豊かな時というか、エネルギーに同調しやすい時なんですね。そう。この愛情面でも後で言いますが、エネルギー的に同調しやすい時なんです。だから、しっかり自分のいいエネルギーは守りましょう。エネルギーって言うとね、ちょっと本当にわからないっていう方もいると思うんですが、例えば、目の前にいる人が元気ないと自分も元気なくなったりするじゃないですか。で、悪口ばっかり言ってるところにいると、気分がめいったりするじゃないですか。それエネルギー感じてるっていうことです。そういった意味で、エネルギーを感じやすいんですよ。だから、悪いものに飲み込まれないでね、っていうことです。そして、物理的な対処、現実的な対処としては、さっきタロットカードのリーディングで言いましたように、隙を作らないっていうようなことを言いましたよね。こんなのいいやっていうふうに、大雑把にやってしまわないで、隙がないようにちゃんとやっとくとかね、そういうことで
いろんな意味で自分を守るっていうことが今月お仕事にとってすごく大事なことになりそうだし、それが結果的に自分のパフォーマンスを上げることにもなります。そのようにお伝えしたいと思います。ネガティブなエネルギーとかね、いろいろ飛び交ってますからね、そこから自分を守ってあげる。いい時だからこそ、自分の大事な力はね、自分にちゃんと使いたいですよね。そのようにお伝えします。自分を守りましょう。いろんな意味で。そして愛情面です。愛情面。これはロータス。これ天国の花みたいですね。ロータス。チャクラクリーニング。このカードが出るときというのは愛情面とちょっと関係ないんですけど、自律神経にご注意だったりするんですよ。気温の差とかね、暑かったり寒かったりっていうことがあるんでしょうかね、11月も。そういうことも含めて、自分の体調、その神経的なところ、それを一つ、このカードが出たときは注意するといいかなと思います。そして、やはり、波動が高いしですね、何かな、敏感になってるんですね。同調しやすい。だから、愛情面で見たときに、愛する人と、同調しやすいんですよ。だから、あなた様が元気だと、お相手も元気にできたりね。あなた様が上がってるときは、お相手も上げることができたり、そういった感じで、ものすごく冴えてる力があるときなんですね。だから、自分自身を整えておきたいし、もちろん体調も整えておきたい。で、体調と、その運気というのかな、それが連動するってことでもあるんですよね。なので、相手をどうするというよりかは、自分自身が自分を整えて、いい状態でいるってことが結果的にね、愛情面、うまくいくことの秘訣なんですよ。それが強調されてます、今回。愛情面なので様々なパターンでご覧くださっていると思います。お相手がいらっしゃる方、これからっていう方、そしてご家族愛でご覧の方もおられると思います。どちらにしてもすごくあなたの元気が相手に移りやすいしね。相手が例えば元気ないと自分も元気なくなっちゃうとかね、すごい近しいところでつながっちゃいやすいんですね。なのでまずはご自分が体調も、心身ともに元気で整えてご機嫌でいるっていうことが結果的にですね、お互いに良くなることの秘訣だし、それからこれからお相手を探したいという方もそうですね。あなたがいい状態だといい人を引き寄せられる。そういった仕組みがですね、発動しやすい時になります。それからこのカードが出ると、女性だったらね、すごく綺麗になれる時なんですね。それは健康と連動してるんですけど、体調とか健康とかね。綺麗になる時のカードです。だから男性だったら、かっこよくなるとかね、そういう風に当てはめられると思いますが、とにかく自分がいい感じになれる時なんで、周りとか相手をどうにかしようっていうより、自分のお手入れというのかな、いろんな意味で、その表面的なこともそうですね。例えば肌のお手入れもそうだし、それからご自分のこの気持ち、機嫌を良くしておくってことですね。機嫌を良くしておく。自分で自分を幸せにしておく。ということで、愛情面。相手にもその自分のいい気を移すことができるし、それから引き寄せることができる。それがね、すごくうまくいくときなんですね。エネルギー的に、つまりは強くなっているときなんですよ。だから、まずは自分の体調、機嫌、そこを整えていきましょう。そうするとすごくうまくいきます。はい。では、お仕事活動面と愛情面の共通メッセージですね。見てみましょう。このカード、ボトムになります。シンプルフリーユアライフ。はい。シンプルにしましょう。シンプルに。なるほど。なんか余計なものを背負わないというか、シンプルに行きましょう。そのようにこのカードは伝えてくれてます。余計な荷物とか、いろんな意味で、無駄なものは捨てるとか、そういったことで本当に自分自身が抑えてきますからね。シンプルに行きましょう。それが共通メッセージです。お仕事も愛情も。はい。それでは最後、引いていきましょう。今月11月、蟹座の皆さんの
ラストメッセージ。はい。シャッフルしてあるんですけどね、ちょっとここで少し切りまして。ラストメッセージをパワーストーンのカードで出していきます。はい、こちらが出ました。それでは開けていきましょう。オープン。はい。Allow yourself to receive。なるほど。クリスオプレイズ。受け取りましょうっていうカードが出てきてくれました。ね、さっきタロットカードのリーディングですごくいい時なんで、安定感があったりとか、恵まれてるっていうことがあったり、それからそうでした。一番初めにお見せしたカードが、現状のカードがですね、このカードです。あなたに素敵な気持ちを持ってきてくれる人がいるよっていうカードがね、出てましたね。ちょっとこことつながります。受け取ることを許しましょうって出てきてくれてます。はい、すごく素敵な気持ちがおそらく届くんだと思います。愛情かもしれないし、優しさかもしれない、感謝かもしれない。それを受け取りましょうって最後来ました。これだけじゃなくてですね、様々な恵みがこの11月に蟹座の皆さんにやってくると思うんですよ。なので受け取りましょう。そのように最後このカードが伝えてくれてます。はい、こんな感じでしょうか。以上になります。最後までご覧いただきましてありがとうございます。何回か見ていただけますと、またその時に必要な違ったメッセージが受け取れますので、よかったら何回かご覧になってみてください。はい、今回の動画が役に立った、それから良かったという方はグッドボタンをぜひよろしくお願いします。それからまだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは、素敵な11月でありますようにお祈りしております。